こんにちは、さゆりです。今回は私が感じる秋について話したいと思います。やっと暑い夏、長い夏が終わって涼しくなってきました。特に朝や夕方は散歩にぴったりの気温になってきました。で、この間散歩に出かけてたんですね。そしたら虫の鳴き声が聞こえてきて、コオロギですかね、きっと。ああ、もう秋だなと感じました。私のように、この虫の鳴き声で秋を感じる日本人はたくさんいると思います。皆さんはどんな時に秋を感じますか？今回は私が、秋が来たなと思うことをお話しします。秋といえば、やっぱり食べ物です。私は食べるのが大好きで、よくスーパーに行きます。スーパーに行くと、秋の果物や野菜が並んでいます。特に秋が旬の果物を紹介しますね。やっぱり私の中での1位は梨ですね。はい、梨。わかりますか？ちょっとリンゴのような丸い、果物で、皮は、緑とか、ちょっと茶色っぽい、ベージュっぽい色のものですね。で、中は白くて、とてもみずみずしいです。シャキシャキしています。はい。英語ではジャパニーズペアとも呼ばれています。はい。これは本当に秋が来た、やったと思いますね。で、近所のスーパーでは、一玉、一つ、一個、どの数え方でもいいと思うんですけど、スーパーではよく一玉と書いているので、一玉と言いますね。一玉、300円ぐらいですね。ちょっと高い。でも、なんか頑張った時のご褒美とかに、梨を食べます。はい。食べる前に少し冷蔵庫で冷やすと、より美味しいです。他の秋の果物といえば、ぶどうです。はい、ぶどう。ぶどうにはいろいろな種類があります。そして名前もありますね。例えば、ピオーネとか巨峰が有名です。はい。それは紫色のぶどうですね。で、種があるものもあったり、種がないように品種改良されたものもあります。多分日本でしか食べられないものは、シャインマスカットです。シャインマスカット、聞いたことがありますか？これは皮ごと食べられる、マスカットです。で、多分、英語ではマスカットとあまり言わないと思います。多くの日本人の認識では、マスカットは黄緑色の、ちょっと明るい緑色のブドウのことをマスカットという認識があります。はい。で、そのシャインマスカットは、一粒がとても大きくて、皮ごと食べられます。うん、美味しいです。はい、これも秋になるとスーパーに並ぶ果物です。そして、イチジクですね。イチジク。英語だとフィグだと思います。イチジクは、ごめんなさい。個人的にはあんまり好きじゃないから食べません。でも、彩りが綺麗ですね。ちょっと紫、ピンク、柔らかいクリーム色のような果物です。はい。で、他には、これもあんまり個人的に、食べられるけど、自分では買わないのが柿ですね。柿はオレンジ色の果物です。昔話、日本の昔の古い物語に出てくる果物ですね。なんかそんなイメージがあります。干し柿にしたり、干して、食べたりすることも多いですね。はい。あとはリンゴ。リンゴもいろいろな種類があります。はい。皮が緑のものもあるし、赤い、サンふじという、品種もあります。全部美味しいですね。皆さんの好きな果物は何ですか？まだ終わりません。果物以外にも野菜も出てきますね。旬の野菜。たくさん美味しいものがあります。特に秋といえば芋、栗、かぼちゃと言われています。ここで言う芋というのは、皮が紫色の、
中が黄色いスイートポテト、さつまいものことを言います。栗はもしかしたら野菜じゃないかもしれないです。栗は木の実ですね。チェスナッツのことです。はい。で最後にかぼちゃですね。秋から冬にかけての、野菜です。うん。この芋栗かぼちゃを使ったスイーツ、甘いものがよく秋になると登場します。食べ物の話が一番長かったと思います。さっきも言ったように、秋になったら美味しい食べ物がたくさん出てきますね。そして食べたい欲、食欲が出てきます。だから人々はこのことを、食欲の秋と言います。まだまだ紹介したい食べ物があるんですけど、ちょっと時間の関係で次に移ります。もしよかったら、私の、もう一つの、うとうとタイム 3P ジャパニーズポッドキャストでよく食べ物について話しながら寝ているので、よかったら聞いてみてください。はい。では次はスポーツや運動です。秋になると涼しくなって外で体を動かしやすくなります。で、個人的にはハイキングやサイクリングがしたくなります。もう夏が終わってやっと外で思いっきり運動できる季節が来ました。秋の空は本当にカラッとしていて湿度も低くて外に行くだけで気持ちがいいです。うん、で、日本では秋頃から体育祭、その学校での運動する大会とか運動会などもあります。うん、で、これからもっと寒くなる時期にかけてマラソン大会なども増えてきます。私は今年の秋は、熊野古道っていう大阪のお隣、和歌山県や三重県にある、昔の歩く道があるんですよ。森林になっているんですけど、そこを歩く予定です。本当に楽しみです。うん、私が住んでいるのは大阪、関西地方なんですけど、関西で登りたい山がたくさんあるので、ハイキングにも行きたいと思っています。こうやって秋になると、スポーツの秋や運動の秋と言います。はい、次は読書の秋。読書というのは本を読むことです。秋になると日が出ている時間が短くなって、夜の時間が長くなりますね。夏の日が長い状態から秋の日が短くなった状態を、秋の夜長と言います。秋の夜長に読書を楽しむ人がいます。はい。私も、そのうちの一人です。日が長くなってから読書をする時間が増えました。図書館に行く機会も増えましたし、本屋さんに行く機会も増えました。で、やっぱり本屋さんや図書館に行くと、なんか自分の、好きなものとか興味のあることに関係なく、いろんな本が目に入ってきますね。で、そこから新しい興味が芽生える、新しい興味が出ることもあるんです。だから、本屋さんとか図書館に行くのはおすすめですよ。秋は図書館や本屋さんに行って読書の秋を楽しんでください。はい、では最後。日本の秋といえばやっぱり紅葉ですね。それを考える人が多いと思います。私が住んでいる関西地方、大阪の近くでは、紅葉は、11月後半から12月上旬が多いですね。なんか皆さんのイメージだと10月とか11月にもう葉っぱが赤くなっているって思ってる人も結構いるみたいなんですけど、紅葉は、一番見頃、一番綺麗なのは12月の最初の方だと思います。もちろんその年によって違います。あと場所によって違いますね。ちょっと山の上の方に行くと紅葉はもう少し早いです。はい。でも、ハイキングなどをしていて、紅葉が綺麗だなと思うのは、11月半ば、11月中旬とも言うんですけど、それ以降かなと、個人的には思っています。はい。でも、どこで見るかによって本当に違うので、皆さん観光に行くときは、ぜひ、紅葉カレンダー、そういう葉っぱの色づきのカレンダーがあるんですよ。
桜の時もあるんですけど、紅葉の時もそういう葉っぱの色づきが今どのような状況か、そして1週間後どんな状況かっていうのがわかる、紅葉予報みたいなのがあるので、ぜひ、チェックしてみてください。今回は私が秋だなって感じること、いろいろなカテゴリーに分けてお話ししました。皆さんはどんな時に秋を感じますか？ぜひ、コメントなどで教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードで。バイバーイ。